カローラクロスハイブリッドに試乗して感じた価格からのお得感、それから試乗されるのでしたら確認されたらいかがでしょうかという気になる点を2点動画にさせていただきました。細かい装備内容とかではなくて乗って感じた印象がメインです。さあ、そうしましたら、この動画では、カローラクロスのねお得感とかお値段に関する部分、それから乗り味についてね、合わせて、述べていきたいと思います。で、今日ね自分は助手席側から喋りたいと思います。運転は別のものがねしてくれています。で、まずね装備面とかお値段なんですけれども、この車カローラクロスハイブリッド G というグレードでお値段259万円です。ガソリンの G とお値段の差は35万円で、大体ね装備内容も準じる形ですね。バネ上制振制御という、モーター使ったね、乗り味に関係してくる部分、そこだけ変わってますけれども、追加されてますけれども、これ後述します。で、装備なんですけれども、最低限欲しいものはね大体ついています。本革ステアリング、あと LED ヘッドライト、それからディスプレイオーディオもついて、あとね、ADAS 系、先進の運転支援系、こういった部分はねもう当たり前のようについています。あとブレーキホールドとかもねついてますね。じゃあまずこの部分なんですけれども、カローラクロスがお得と感じる部分、その1です。例えば10年ぐらい前のプリウス、3代目プリウスが230万円でした。で 1800cc のハイブリッドで、これも一緒です。でそこからお値段が30万円ほど上がってますけれども、これがね今言ったあたりのね装備の差とね感じられるんですよね。車が高くなった、最近高くてねどれも、確かにカローラとして見ればね随分上がってきました。モデルチェンジのたびに10万円20万円、マイナーチェンジのたびに数万円ずつアップしてきましたので、当然です。ただねこの車に関してはその装備が良くなったからその分値段が上がったってね感じられるところがあります。で、あと乗り味ですね。乗り味からするお得感なんですけれども、この車ね2つだけねちょっとねこう気にした方がよろしいかもしれませんっていうところがあるんですけれども、それ以外はねかなりいいです。その250万円という価格に対してすごいいいねこう車からの何かを提供してくれます。何かってね、乗り味、乗り心地とか、それからあとハンドリング、走りやすさの部分ですね。じゃあこの辺なんですけれども、まずねハンドリングの話言ってみます。ガソリンモデルと比較してハンドル軽いです。それから乗り心地はゆったりしてます。で、車の利きとしてはね、ハンドルの利きは同じようにいいので、よりね、敏感さが目立ちます。軽くてハンドルの利きがいい。で、むやみにね、こう固められてないので、人工的な感覚しないので、そこもいいですね。それからですね、乗り心地は、もうガソリンモデルと比較してもしなくても、かなりゆったりしています。ガソリンモデルとの比較で言うと、ガソリンモデルは、フロント硬め、リア柔らかめで、全体的に見てもねこのハイブリッドよりは硬いです。硬い分ごめんなさい硬いんですけれども衝撃がそんなに気にならない感じで、フラット感が強くて乗り心地もいい、高速道路のね継ぎ目なんかも気にならないような乗り心地ですごい良かったです。でこっちはもっとゆったりしていてしっとり感っていうのかな、サスペンションが動いてる感じを伝えてくれて、絶対的にも柔らかいですし、かつねぴょこぴょこしにくい感じで、結構ね低速域多めの方にもねこう好まれやすい乗り心地だと思います。ガソリンモデルの方はね乗り心地いいんですけれども、時速30キロ以下とかそのくらいですかね。そのくらいでちょっと硬さをっていうかこうドカッとくる時を感じなくもなかったので、そういう場面もあったので、この辺より低速時にね強いのはハイブリッドの方だと思います。もうほんとね、あと見切りボディのね見切りもいいですから走りやすいです。大きい車が狭いところで怖いというよりもね、車の間隔が取りにくい車の方が怖いと思ってますし、左側の間隔が取りやすい車が走りやすい、コーナーでも曲がりやすいと思ってますので、
そのね、遠くを見ていても手前の感覚が伝わってくる、感じられるようなね、車が一番走りやすくて、狭いところでも困りにくいのかなと。どうしてもボディサイズ的に無理なところは無理なんですけれどもね、そういったところはやっぱり軽自動車にはかなわないんですけれども、結構ね、この車も困りにくいし、コーナーで走りやすいというのがね、この見切りから出てきてると思います。すいません、ちょっとさっき忘れちゃったんで、バネ上制振制御に関する話をちょっとさせてください。今度はね、自分運転しています。でね、こっち曲がろうかな。で、バネ上制振制御って、そのモーターのレスポンスを生かしてね、その車の挙動をコントロールするという、話です。ほんのちょっとね、駆動をかけたり、ほんのちょっと抜いたりということで、路面のね、こういうピッチングに合わせて車のこういうのを調整してくれてるのかな。詳しくは分かんないんですけれどもね、そういった制御で車を安定させる、もしくは快適性を向上させるというのをね、実現しているそうです。で、あれです。まずね、これが実際に乗ってどう感じられるかなんですけれども、聞いてるかどうかはね、よく分かんないです。ガソリンモデルの方にはなくて、こっちのハイブリッドの方にはついてますから、本当はね、そこで比較できるんでしょうけれども、サスペンションとかね、何でしょうかね、そこの差の方が大きいので、ちょっとね、分かりにくいというかね、これだけの機能に絞っていいとか悪いとかはね、ちょっと言えないかな。で、感じるのはこのハイブリッドモデルね、柔らかいんですけれども、前後のね、一体感があります。揺すられた時なんですね。揺すられた時に前がどうこう、後ろがどうこう、こっちが硬くてこっちが柔らかいとかそういうのじゃなくて、車全体がね、こう一体感を持って揺れてるような感覚っていうのかな。そういったところを受けますので、そういった感じを受けますので、もしかしたらね、バネ上制振制御による効果でそういったところがね、こうなんでしょう、こう出せてるというか、味わえてるというか、こう演出されてるというか、改善されてるのかなっていうのかなっていう風にね、なっているのかもしれません。すいません、ちょっとこれを付け加えさせていただきました。じゃあそうしましたら2つね、割り切りというかね、っていうところなんですけれども、試乗される時にちょっと確認されたらよろしいかなという部分です。まずね、一つがブレーキです。ブレーキが扱いにくくてね、これは燃費がいいとのトレードオフの関係だと思います。で、あれですね、さっきからもうずっとね喋ってて、ブレーキに神経がいって喋りの方を忘れちゃうというのを繰り返してるんですけれども、でその瞬間ね、このブレーキがこう微妙にぴょこんと車が前に出たり、これがね扱いにくいです。理由はペダルが軽いのと、利き自体はね、利き方自体は他のトヨタのハイブリッドと変わらないんですけれども、このハイブリッドはね、車がこう柔らかいんですね。ゆったりしていて前も動きやすい。なのでこうじわっと抜いてくるのにね、かなり時間をかけないといけない。そういうとこもあって、ちょっとね、このハイブリッドのブレーキ滑らかに扱おうとしたら扱いにくいですかね。燃費がいい協調回生ブレーキという仕組みで、減速の時のね、大部分、7割ぐらいとも言われてますけれども、その部分をね、その回生の方で使います。で、本来のブレーキが使われるのはそれ以上のブレーキの領域ですとか、止まる直前とかなのかな。そのブレーキでね、ちょっとこう滑らかな停止がやりにくい時がある。時間をかければ可能なんですけれども、かなりね、自分のしてる中でもかなり神経を使う方です。プリウスね、前回プリウスの動画で同じようなことを挙げさせていただきましたが、比べるとプリウスのね、方がやりやすいです。あれですね、2022年までの4代目プリウスの話です。で、それからですね、もう一つの弱点というか気になる部分はリアシートです。リアシートがね、その座面の作りとか、シートの座面の作りとか、背もたれの角度とかね、この着座姿勢的に座りにくいという話はガソリンモデルの方でね、お伝えさせていただきました。で、ハイブリッドの方ね、これ乗ってみると、もしかしたらね、ガソリンモデルより気になるかもしれない部分がありました。
っていうのもね、エンジンかかった時に、エンジン始動した時にブオーンという共鳴の音がね結構気になるのと、共鳴しちゃってるっぽいんですよね。で背もたれとかにちょっと振動が来る時もあります。でこの車ね、フロントシートいる時は先ほど述べたようにすごい快適なんですけれども、リアシートとのねギャップが大きいです。この辺はミドルクラスというよりコンパクトカーくらいのね感覚ですね。コンパクトカーってリアシートの快適性割り切られることが多いので、このカローラクロスもね、もしかしたらそういう考えなのかもしれません。でごめんなさい、話戻ります。共鳴なんですけれども、エンジンの振動や共鳴の音、その他気になるのはこの辺のね少し硬いところが体に当たる方です。そんなに当たらない場合はね気になりにくいので、ちょっと体型によるのかなというところがあります。座面はね、ここが柔らかくて、ここが硬いんですけれども、かなりしっかり座らないと、ここのね硬いところの切り替えがちょうどねちょっと太もも裏の嫌なところに来るような感じを受けました。これも体型次第ですね。足元は可もなく不可もなくくらいの広さです。もしかしたらね、リアに積んでるバッテリー、これの固有振動数、それによってね、その振動の出る周波数っていうのかな、それが変わりますので、もしかしたら気になる振動のところでね、2つが合わさって増強しちゃうポイントがあって、それが背もたれなんかにね振動として伝わってきたり、ブイーンというちょっと嫌な音としてね感じられる時があるのかなと。ただそれもね全て燃費ですからね。燃費ね、昨日自分たちが走っていて条件いい時でね28キロぐらい、パワーモードでもエコモードでもそのぐらいでした。でカタログ燃費もね 26.2 キロ、それでガソリンモデルは 14.4 ですから結構差がありますね。でこの差なんですけれども、例えばリッター160円で計算した時に12キロ差がありますと5万キロで30万円ぐらいの差になります。あとね、元が取れる取れないじゃなくて実際に乗って思うのはガソリン安くてよかったっていうのはねすごい喜びですよね。普段自分とかがリッター8キロリッター10キロの車で、そうですね、1回ちょっと乗ってきて1000円、それがハイブリッドだったらね3分の1ですから300円ぐらいの計算ですか。300円毎週出すのと毎週1000円出すのって大きな差ですからね。こういったところでね違いがあって、ちょっと燃費のためと割り切られてるブレーキですとか、お値段的にちょっとと感じるそのリアシートのね着座感、快適性、こういったところを除くとねすごくいい車で、そのコストパフォーマンスにね優れていると思います。ごめんなさい。でちょっとね一つ付け加えますと、リアシートはね多分価格の近いベゼルの方がいいです。あと CX5 もねもうさらに良かったです。さあそれから快適性でフィットに負けちゃうかもしれないかなというのをねちょっと最後に付け加えさせてください。では以上です。こんな感じでカローラクロスはハイブリッドからも高いお得感を感じました。例えば2世代前のプリウスと比較して装備増えた分だけ価格が上がった、そう感じられる価格設定が魅力です。本当はガソリンモデルの方がねより高いお得感を感じまして、でそれは乗り味に関する部分からなのですが、現在のガソリン価格考えますと乗り味だけじゃ選べないのかなともね思います。ハイブリッドとガソリンの比較動画は近日中にアップしますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。それで同じトヨタの上下クラスと比較した場合には、ライズハイブリッドから見てプラス40万円、ヤリスクロスハイブリッドから見てプラス30万円、CHR ハイブリッドから見るとマイナス6万円。装備内容を加味してもカローラクロスが最もお得かなともね思います。ただ今はねすぐ買えないらしいので、そこだけが問題でしょうか。でそうこうしているうちに次の CHR が出ちゃうかもしれないのが悩ましいところですね。動画は以上です。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。